ようございます。今日はもう潮が小さくなりました。おかげでね、すぐ出れます。冬は朝がいっぱい干潮になるんで、正月の潮なんかマイナス25センチで、見たことないぐらいほんと、海出てましたが、潮が低い時出すとね、よくイカリ綱をみんな巻くんすよね。今日はその心配はありません。もう冷えて冷え込んでマイナス2度です。海水温もついに12度台になりました。魚の活性もね、だいぶ下がってると思いますが、前回おこでとフグがいてくれたんで、ね、ヒラメ4つ、カニ3つですか。厳しい時期になりましたが、今日もね、頑張って、いい映像がお届けできればいいですが、前のエンジンの時はもう最後はかからなくてですね、20回ぐらい回した時もありました。1番目の芝エビ、童顔ちょっとにガラはもう沖で酔ってます。大ガラとショおこぜは1でした。今日はおこぜが少ないとこやってます。絶景ですね、この時期の朝日は。これは来年用ですけど、こちらに落としようが、でもどうかな、ギリギリありそうだけど、多いですね今年ハゼ。ハゼあんまりこの筋いないんですけどね、例年は。芝エビですか。イイダコがナイスでした。よいしょ。芝エビは本当弱いんで、結構急いで寄る必要があります。イイダコまだですね、やっぱり。最近はでもね、早いです。昔に比べていい持つのが早め。あれ以外にも5、6本ハゼが出てきて、この筋におるみたいですね。子がうまいですよね、子が。泥まみれできました。あんまり良くないパターンです。何に行ったのかなんか、でもちょっと怒りの後ではなさそうな貝殻ですかね。おー、よかった。キープか、割れちゃった。小さいけど OK しました。どこ拾ってんじゃん。小さいですね。向こうにもいてくれると、ほら、タコ少ない年は自己ベも少ないですね。ほとんど見ません。貝殻いったんですね、どうやら。おお、仮に掘った。網つけて網の後部まで送ったんですけど、だからヒラメは貝殻すくう前に入っとったんだということがだいたいこう分かるんですよね。こういうのは貝殻すくった後に入ったんでしょう。貝殻すくうから綱締めたらこれですね。痛いなぁ。
こ名古屋。はい。ゲタすごかったですね。ちょっとこの前の網がいまいちだったんで、もう移動しようと思ったんですけど、どうしようか。年末はね、ゲタとかね、魚はもう需要ないんですけど、ブリがもう今年ブリ高かったらしいですね。なんか裏のおばちゃんが半身で1万円した言ってましたけど、それ聞いてもうよう買わなかったですね。あ、今年じゃない、去年です。去年の年末。芝生までめっちゃ多かったです。取れる時取れん時って潮のタイミングももちろんありますけど、太陽の位置がめちゃくちゃ関係ありますね、やっぱり。うまそうですね。貝殻ギリギリを通そうと思ったらね、こう通せずに貝殻すくうという。おお、どうぞこっちゲッタ。移動したいんですけどね、こんな人とばっかりはちょっとさすがにね。芝居ももう4つあれでも取れたんで移動すればいいんですけど、小筒がいいからですが、そこそこいいんでなかなか離れられないですね。ゲタ全部で5つぐらいですかね。名古屋っていうそこそこいいんですよね。これがイイダコがね、結構 4,5 匹ずつ見えてるんですよ。ガラエビの方行きたいけどなかなか行けれないですね。ただ一日なんとかやっぱり冒険しないとつまらんので、ガラの方行ってみたいと思います。こうやって見ると離れるのが惜しくなりますね。でもあっち行きます。また泥まみれやってしまった。そういう浮き場じゃないんですけどね、砂加減のミスです。エンジン変えたんで漕ぎ力が強いんでね、裏潮がすごい。爪が見えてるけど本物なのか爪だけなのか。あれ全然いない。本当に爪だけだったの。あ、おった。おお、片爪だけどギリギリいけそう。寂しい。やっぱりさっきの芝エビのところの方がよっぽどいいですね、これ。飲み込み悪くて多少魚いましたけど、ゲタがおらんのは分かってたんですが、ここには、ちょっと先、もうちょっと先まで行ってみましょう。
然ダメだ。あんまり良くなかったんで結局戻ってます。今日はガラ取れず。ヒラメじゃないけど大物来た。よいしょ。危ない危ない。入れ方いい方です。綺麗やし。この時期に昔スズキとかいませんでしたけどね、今年はね結構みんな取ってきますね。まあでもちょっと時期がね、でもいるいうことは多少いいいうことなんでしょうね。超えてるように見えるし、まあでもスズキは夏が美味しいですよね。やったんだ。網の途中に桁で信じられないタイ、あんまりいいタイじゃないですけど、あんま色が濃くないんで深いとこおったんかな。たまたま泳いできたのが入ったんでしょうか。10メーターぐらいのとこですけどね、ここ。頭だけやな。食うとかなさそうだけど、まあでもおまけにしては超ナイスですよね。よいしょ。びっくりしました。これはちょっと驚いたな、本当に。桁でチンコキでも入らないですけどね、タイってオレンジが違うんですよね。2時でもう太陽あの位置です。今のがボーナス網なのか、それとももっといいのがあるのか。まあいい時間帯なんだろうなということは伝わってきますね。見た感じ。中の拾えるサイズ生凍りました。今日2個目。ただ2つじゃどうもならんので食べようかな。よいしょ。これがね、はい。では次がラストですが、ラストはもうこれ以上エビ取っても水揚げが増えるわけではないんで、いつも通りヒラメを狙ってみたいと思います。ただ今日はちょっとヒラメ来る雰囲気なさそうですね。ガッサガッサ言うてません。網の途中にもかかってないんで、今日はラストヒラメなしでした。では帰ります。お疲れ様でした。よいしょ。お疲れ様でした。今日は俺の日じゃなかったですでもヒラメ1、はい、スズキ1、はい、タイ1です。はい、まあタイがはい。シャア専用タイです。しかも幸せ真っ赤ですか。これが非常に残念でした。ありゃまあ、もったいね。これが入っとってくれたら、いや今日も良かったですって言いな帰るんですが、残念。晩飯となりました。力も少ない。
俺とかやらんかったね。今日は何を狙ったん？そういう感じで、はあとおこで、い。あれも入っております。こちらも、おこで。はすぐこっちおこで、い。芝エビ多いんで4つ入る。はい。で、クーラーの中にはい。氷が芝エビ1つ。これはだからね、炊き上げうまいよね。海外の方が、はい。なんか生クリームでシュリンプカクテルみたいなコメントくれたったんで、全然イメージできないんですけど、多分カクテルシュリンプ。あ、カクテルシュリンプ、それさすがゆずママさん、聞いただけでピンとくるという。調べました。あ、調べてコメント見て調べてくれたんで、それ作ってみたいと思います。はい。皆さん、今日もハードワークボレーお疲れ様でした。下を巻くのが特徴です。ボレーボレー。今日はこちらです。ボタニストおすすめしていただいたので買いました。さすがにちっちゃいのでお安い、1000いくらだったと思いますですが、その前にビヒーターブラックですか、皆さんとシェアさせていただいた時にコメントいただきまして、ジンを凍らして飲んでみてくださいっていうコメントいただいたんで、一晩ジンを冷凍庫に入れときました。それがこちらです。ただ凍ってません。なんで凍りにくいんでしょうね。凍らないといけないんでしょうか。なんか味が変わるんかなと思ったりもしたんですが、凍らすとやっぱ凍ってないですね。こう振ったら凍るとかもないですね。あれなんたらなんたらなんたらっていう現象にもなってません。やっぱり凍らないと意味ないんでしょうね。味は一緒の感じですが、引き続き凍らしたいと思います。ではボタニストいただきたいと思います。ジンは苦手な人も多いんじゃないんでしょうか。やっぱり同じような香りの、いただきます。スムーズ。ビーターブラックよりスムーズでちょっと辛い刺激があります、上顎に。ですがジンなんでいろんなハーブ入ってるんでしょうね。とにかく葉っぱとか木の感じがしています。で、前回のジンの時にですね、凍らしたレモンを自分は入れて飲んでますっていうのをコメントいただきましたので、凍らしたレモンを入れたいと思います。ハート型レモンすごくないですこれ。瀬戸田の農家の方、その人は漁師もやりながら農家もやってるという、とても素晴らしい、なんか憧れの、個人的に憧れの生活をしてる方なんですけど、送ってくださいました。瀬戸田のレモン凍らしてますので、切れるかどうか分かりませんが、これを切って入れてみたいと思います。氷も兼ねてますので極太でいってみました。入らないどうにかしたら入るはず。からん。夏になったら炭酸で割りたいと思いますが、炭酸で割るのがねあんまり好きではないんで、水でいってみたいと思います。いただきます。これはレモンの風味があった方が自分は好きです。本当にいいアイディアというか、冷やせれるし、レモンの香りはつくし、ちょっとジンの香りが正直あんまり得意ではないんですけど、レモンを入れるとですね、悪い方のジンの香りがなくなります。明らかに美味しいですね、こっちの方が。ついでにビヒーターブラックの方もレモンでいってみましょう。ちゃんとレモンを溶かしていただきます。もう口元に持っていく時からいい香り、レモンのいい香りです。さすが瀬戸田のレモン。これはですね、個人的にはこちらが美味しいです。ビーターブラックよりボタニストですかね。ボタニストの方がジンの刺すような香りがない、柔らかいです。もうこちらの方が明らかに柔らかい。こちらの方がちょっと刺激がこちらに比べてあるように思います。おすすめしてくださってありがとうございました。ではシュリンプカクテルとなってます。今日もありがとうございます。はい、こちらになります。はい。海外の方がおすすめしてくださったシュリンプカクテル、どうやって食べるのかは分かりませんけど、おそらく想像はつきます。はい。これつけて食べるんだろ。そう、生クリームとケチャップ。生クリームとケチャップ。はい。
こちらはスイートチリソースマヨネーズ味です。スイートチリソースちょっと好きやね。じゃあいただきます。サラダ食っても意味ないか。でも食おう。ちょっとフルーティーな味するんだけど、何入れたんこれ。なんか言ってます。ほんまに？野菜と一緒にいただきます。では一緒にエビ3ついきましょうか。3ついただきます。海外の料理っぽい味です。日本のだし味を大事にするような味ではない。本当にソースで食べる感じのやつ。美味しいですが、日本人の私としてはこのソースにだし味が欲しい。昆布とかカツオはちょっと違うな。昆布欲しい感じですね。もしくはコンソメ？コンソメやな。コンソメ。もう一個の方がいってみて。だしを大事にする文化の日本人の私としてはやっぱりちょっとなんかだしがもうちょっと欲しいかな。ただ美味しいか美味しくないかで分けると美味しいです。たまにはこうやって不思議な感じはしますけど美味しいです。去年ですね、エビの料理をアメリカの方がおすすめしてくださって、アメリカ南部の料理したんですけど、それに近い感覚ですね。日本人の私としてはちょっとどう表現していいかわからないソースとかで味わう感じです。ではこちらのスイートチリソース。スイートチリソースマヨネーズ和え味。マヨネーズ味をいただきたいと思います。どっちとも美味しい。ただどっちか選べと言われたらこちらでしょうか。生クリーム。スイートチリの方。でも生クリームも美味しいけどな。やっぱ辛いのが好きなけんかな。確かにパンとかと合いそうなんですけど、確かにパンのしたら美味しそう。パンにこれ挟んだりしたらめちゃくちゃうまそうな気はします。ちょっとパンいってみますか。ちょっとこれ絶対パンですよね。これもこのコースだと間違いなく美味しいと思うんですけど、生クリームの方をおすすめしてくださったんで、生クリームの方でパンちょっと作りたいと思いますが、これでも絶対美味しいじゃんな。これはでも絶対当たりですよね。ドロ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 っと。これはおそらくもう外れではないと思います。いただきます。大当たりとまではいきませんけど当たりです。もう一工夫あったら商品にできそうですが、もう一工夫が思いつかない、そんな味ですね。ただこれを商品化すれば今までにない日本人があまり知らない美味しさにたどり着きそうな感じではあります。今回もご視聴ありがとうございました。商品としては多分サンドイッチにするにしてもチリソースの方が売れるなこれ。くるみや段ボールで遊んでくれてる。くるみさん、ご飯の時間ですよ。